皆さん、こんにちは。ゆきです。このチャンネルを新しく登録してくれた皆さんも、いつも見てくれている皆さんもありがとうございます。たくさんの方に見てもらえて嬉しいです。今日のテーマは、日本人の名前の呼び方。皆さん、日本のアニメとかドラマを見ていて、名前だけを呼ぶんじゃなくて、名前にちゃんがついたり、さんがついたり、そんな呼び方するのってびっくりしたことはないですか？日本では相手との関係、例えば仲がいいとか、まだ仲良くなれてないとか、そういう相手との距離、距離の近さとか遠さとかを名前の呼び方で分けたりしています。今日はそんな面白い日本の文化を少し紹介します。まず、これは最初にみんなびっくりするかもしれないんだけど、日本では最初に名字、ファミリーネーム、で、その後に名前、ファーストネームを言います。例えば、名字が比嘉さん、名前がマリさんだったら、比嘉マリさん。こんな風に呼びます。で、じゃあ家族の中での呼び方。皆さんはどうですか？お父さん、お母さん、お姉さん、お兄さん。みんな名前で呼びますか？日本ではいろんな呼び方があるけど、だいたいお父さんのことはお父さん、お母さんのことはお母さんと呼ぶ人が多いような気がします。その家によってパパやママって呼んだり、違う呼び方をしている家もあると思います。では、兄弟の呼び方はどうですか？皆さんの国では、年が上でも年が下でもみんな名前で呼びますか？日本では年が上、例えば1歳でも年が上だったらお姉ちゃんやお兄ちゃんと呼ぶことが多いです。でも例えば家族の中にお兄ちゃんが2人いたりお姉ちゃんが3人いたり、そしたらどのお姉ちゃんを呼んでるのかわからないですよね。そういう時はお姉ちゃんの名前の後にお姉ちゃんとつけたりします。例えばお姉ちゃんの名前が美穂だったら美穂お姉ちゃんみたいな感じで呼んだりします。で、年が下の兄弟、妹とか弟には何もつけないで名前だけで呼んだりすることが多いです。妹に向かって妹とか弟に向かって弟っていう呼び方は家の中ではしないです。で、このお兄ちゃんとかお姉ちゃんの呼び方っていうのは地域によっても少し地域の訛り、方言とかがあるので少し違うところもあると思います。私は沖縄で育ったので、よくねえねえ、お姉ちゃんのことをねえねえとか、姉ちゃんってつけて呼んでいました。だから、お姉ちゃんの名前がちかだったら、ちかねえねえとか、ちかねえねえみたいな感じで呼んだり、ちか姉ちゃんとか呼んだりもします。で、このお姉ちゃんとかお兄ちゃんっていうのは、本当の兄弟だけじゃなくって、例えば、隣のお家に私より1歳年上のお友達が住んでいたとします。そういう時にも、そのお友達のことを名前だけで呼ぶのではなくって、名前にお姉ちゃんとか姉ちゃんをつけて呼んだりもします。これは日本だけなのかな？アジアの他の国はどうなんだろう？
もしよかったらコメントを書いて教えてください。皆さんもよく日本のアニメ、漫画、ドラマとかを見ていて、友達のことを何々ちゃん、名前にちゃんをつけて呼んだり、何々くん、名前にくんをつけて呼んだりしているのを聞いたりしたことがあると思います。まだあまり仲良くなっていない、少し距離が遠いクラスメイトとかだと、名前にさんをつけて呼んだりします。だんだん仲良くなってくると、ちゃんをつけたり、もっと仲良くなると、もうちゃんをつけないで、名前だけで呼んだりとか、あとはニックネームをつけて呼んだりすることもあります。で、学校とか職場なんだけど、例えば友達同士でお話をするときは、友達に何々ちゃんって名前にちゃんをつけて呼んだりするんだけど、先生の前で呼ぶときには、何々さんに変えて、少し丁寧な呼び方をします。あと、皆さん気になったことがあると思うんですが、漫画やアニメ、ドラマで学校のシーンが出てくるときに、よく年上の人に何々先輩と呼んでいたり、年下の人のことを後輩と呼んでいたりするのを聞いたことありますか？日本では結構年が上、下、年が1歳でも上だったら敬語を使って名前に先輩をつけて呼んだりします。これは学校とかそのコミュニティの文化でも違うと思うんだけど、だいたい中学校に入る時ぐらいから一つ上の先輩のことは名前に先輩とつけて呼んだり、見かけたら挨拶をしたり、話すときは敬語で話したりということをします。あと、会社では会社で上司がいますね。あなたの上司がいて、その上司の上に課長とか部長とか社長とか偉い人がいます。そういう時はその課長とか部長とか社長っていうこういう役職っていうんだけど、この名前に役職をつけて呼んだりします。ただこれはこの会社の文化があるので、役職ではなくて全員さん付け、名前にさん付けで呼ぶという会社もあるので、それは会社に入ってから確認してみてください。はい。では今日は日本の名前の呼び方についていろんなルールを紹介しました。皆さんの国ではどうですか？名前だけを呼ぶことが多いかな？日本では、最初はさん付けだったのに、だんだん仲良くなってちゃん付けになって、もっと仲良くなって名前を呼び捨て。呼び捨てっていうのは名前だけを呼ぶこと。例えば私だったらゆきって呼ばれること。呼び捨てになったり、だんだんこの関係が近くなっていくと、名前の呼び方とかが変わってきたりします。名前の呼び方で関係性がわかるのも面白いですよね。皆さんの国では名前を呼ぶ時のルールとかありますか？年上の人、年下の人に話す時のルールはありますか？よかったらコメントを書いて教えてください。家族は名前で呼ぶのが普通とか、友達にはニックネームで呼ぶのが普通だよとか、年上でも敬語は使わないで友達と同じように話すよとか、皆さんの国の文化を教えてください。コメントを読むのをいつも楽しみにしています。今日もここまで見てくれてありがとうございます。もし
この動画が面白かったと思ったら、グッドボタン、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、実はずっとできていなかったライブ配信もそろそろやりたいなと思っています。何曜日、何時頃やった方がいいかな？この日だったら見れるよとか、この時間帯だったら嬉しいなっていうのがあれば教えてください。ライブ配信で話すことは決めてないけど、やってみたいと思っています。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。